こんにちは。行政書士社会系の虫の園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとしてですね、定款認証支援ツールというのをご紹介をしていきたいと思います。こちらですね、小規模でのスタートアップをより迅速にスピーディーに行うための支援ツールという形で今回公表されて運用がスタートをしているものになっております。なかなか日本はですね、起業がしにくいなんていう、話もあります。海外に比べてやはりハードルが高いといったことはあるかと思いますけれど、そういった形で小規模で事業をスタートしていく上でですね、支援をするようなツールというのが今回発表されましたので、そちらの方のご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、起業にあたってという話になりますので、まずは開業率の比較というのを見ていきたいと思います。やはり日本と海外比べた場合に、開業のハードル、開業率ってどのくらい違うんだろうかといったところを見ていきたいと思います。そして、その中で日本での新設法人の年次推移といった形で、法人が年間どのくらい作られているのかといったところ、そして今回ご紹介をする定款認証支援ツールはですね、株式会社の設立に関する手続きのツールになりますので、株式会社設立の手続きについて見ていった上で、今回ご紹介をするツールの内容、そして最後に注意点とまとめという形になります。まずは開業率の比較ですけれど、日本はですね、この赤い折れ線グラフになっておりますけれど、一番上のオレンジがイギリス、紫がフランス、水色がアメリカ、緑がドイツという形になっております。一目瞭然、赤いグラフの日本はですね、一番下を走っているといった状況で、2020年現在でですね、開業率というのは 5.1% というふうに言われております。それに比べてイギリス、フランスなどでですね 12% ほどであったり、アメリカ、ドイツでは 10% ほどといった形になっておりますので、日本と比べると倍ぐらいですね、開業率というのが高いといった状況になっております。やはりこちらは以前からも言われている内容ではあります。そしてですね、ではなぜ日本の開業率が低いのかといったところでいきますと、日本の開業起業のしやすさのランキングというのがあって、イギリスはですね、16位、そしてアメリカは51位に対して日本は89位といった形になっております。そして起業のしやすさと比例をしていますけれど、手続きに関する手続き数に関しては日本では8に対してイギリスではその半分の4という形になっている。また、起業に関する日数ですね、フランスなんかでは 3.5 日で起業ができるといった状況ですけど、日本では 11.2 日といった形、また費用的なものを関しましても、日本は 7.5 という状況ですけれど、イギリスやフランスではほとんどかかっていないといった状況で、やはりですね、開業起業に関わる手続きの数、費用的なもの、日数的なものがですね、この開業率の低さに影響しているというふうに言えるかと思います。ちなみにですね、東京都の方はですね、開業率、起業率というのを上げていこうという取り組みを非常に積極的にやっておりまして、全体では 5.1% ですけれど、東京都の方では 6% 以上あるというふうに言われております。開業率は低いんですけれど、逆にですね、廃業率を見ていきますと、日本はですね、アメリカですとかヨーロッパと比べて低い水準で推移をしていて、2020年でですね、廃業率は 3.3% というふうに言われております。そして新設法人の年次推移ですけれど、こちら、水色の棒グラフがですね、新設法人の会社数になってきておりまして、赤い折れ線グラフが前年比という形になっております。2022年においての新設法人数は14万2000社という形で、前年比で 1.6% 減という形になっております。この2020年にですね、新型コロナウイルス感染症が流行した形で、新設法人数がちょっと伸び悩んだといった状況で、その反動で2021年にぐっと
新設法人の法人数が増えてきた、過去最高をマークしたといった状況なので、2022年は少し前年比で減少という形になっております。そしてですね、47都道府県ありますけれど、どこが一番多いのかといいますと、新設法人率で一番多いのは沖縄県といった形で、沖縄県はですね、13年連続で1位といった状況になっております。そしてですね、新型コロナウイルス感染症が2020年に流行したといった状況になりますけれど、やはりですね、コロナ禍においてビジネスモデルが大きく変化をしているといった状況で、飲食業、宿泊業、建設業などについては新設法人の数の割合が減ってきている。一方ですね、税理士さん、社会保険労務士、行政書士、弁護士などの事業が増加をしているといった状況で、コロナ以降ですね、事業の競争が激しくなっているといったことも言えるかと思います。そして株式会社の設立手続きですけれど、少し簡略化はしておりますけれど、大きく3つのステップにまとめてみました。まずはですね、設立概要を決めることといった形、そしてその次に定款の認証をする、そして設立の登記をするといった状況で、この大きく3ステップ。まずはですね、設立の概要については、発起人を決めること、そして会社概要を決定すること、そして会社のハンコを作ることといった状況で、こういった会社の概要をですね、まずは決めていただくという形になっております。その上でですね、定款というのを作成をしていただいて、定款の認証を受けなければいけない。そしてこの認証を受けた後にですね、設立登記ということで、それにあたって資本金等の払い込みをしていただいて、法務省の方に、法務局の方にですね、設立登記申請をするといった状況になっております。定款というのはですね、会社、法人の組織や運営に関する基本的なルールを定めた書類といった形になっておりまして、いわゆる法律の条文みたいな形で作っていく形になりますけれど、今回ですね、定款作成支援ツールというのがですね、ここの真ん中の定款の認証の部分で活躍をするだろうというふうに思っております。定款の作成をですね、このツールを使うことによって作成と認証までをスピーディーに行っていくことができるようなものという形になっております。そして今回の定款作成支援ツールですけれど、日本公証人連合会というところが公表したものになっております。こちらはですね、法務省も協力をして、作成に協力をしているといった状況ですけれど、定款作成支援ツールを公開ということで、その目的はですね、小規模でシンプルな形態の会社をスピーディーに設立したいというニーズに応えていくものという形で、このツールですね、2種類ありますけれど、1つは発起人1人用という形、そして発起人3人以下用という形で大きく2つに分かれていると。発起人1人用というのはですね、発起人が1名のみの、特に小規模、シンプルな会社を想定をして、定款を作っていくもの。また、3人以下用というのはですね、発起人1名よりやや選択項目ですとか、定款記載事項が多くて、発起人が3名以下の場合にですね、対応するものという形になっております。そして、この定款作成支援ツールで定款を作成をした場合ですね、原則として定款の認証を48時間で行っていくという形で、48時間原則ルールというのをもう作っているといった状況。ただですね、この48時間原則が適用されるのは、今現状ですね、東京都および福岡県のみという形ですね、2024年の1月10日から運用開始という形になっておりますので、テスト運用といった形になるかと思いますけれど、今後徐々に全国に広がっていくのではないかなというふうに思います。定款はですね、認証を受けなければいけないんですけれど、この認証を受けるのはですね、公証役場といったところになります。公証役場は法務省に属する公的な機関になっておりまして、遺言だとか任意後見の契約、公正証書ですとか、あとはですね、定款の認証、そういった業務を行っている場所になっておりまして、意外と近くの駅のところにあちこちに公証役場というのがあるので、少し見てほしいなというふうに思っております。そしてこの、定款の認証ですね、原則48時間という形になりますけれど、認証はオンラインが原則といった形で、オンラインで認証という形になっております。
そして、最後に注意点とまとめですけれど、廃業率はですね、日本非常に低い、海外に比べて低いといった状況ではありますけれど、やはりですね、この休廃業、解散というのはですね、近年増加傾向にあります。安易な起業をすることで、先行かなくなって、休廃業、解散することがないようにですね、事業計画は綿密に作成をして実行していってほしいと思います。起業はスピーディーにできるようになりましたけれど、準備は綿密に、時間をかけて、行っていってほしいと思います。創業にあたってはですね、金融機関、特に日本政策金融公庫さんですとか、中小企業庁ですとか、あとは地方自治体、東京都なども非常に創業に力を入れておりますので、そういったところでのさまざまな支援がありますので、さまざまな支援の制度を活用していって、スピーディーに事業をスタートさせてほしいというふうに思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。